皆さんこんにちは。ラングラスピッツのブルーベリーと申します。最近やっと気温が下がり、タイミングによってはデニムジャケット、デニムシャツが着れそうな季節に差し掛かってきました。押し入れの奥にしまっておりましたデニムを急に引っ張り出してきて陰干ししたりしております。今日はラングラーの中でも代表作と言われるウエスタンデニムシャツ 27MW の紹介になります。ラングラーにもいろいろな名作名品ございます。 13MWZ、11MWZ やら 111MJ、11MJZ などたくさん名品と呼ばれるウェアがありますが、その中でもこのロデオベンがデザインした 27MW が最も名作だと個人的には思っております。この洗練されたデザインに魅了された方は多いのではないでしょうか。デニムシャツといえばこのモデルを指していると言っても過言ではありません。雑誌ではデニムシャツの帝王などと表現されておりました。今回はエドウィンとジャンキーハーツがコラボレーションした復刻モデルの紹介になりまして、私はもちろんですがオリジナルは所有しておりません。横浜にある老舗のショップジャンキーへこのシャツを買いに行った時に初めてショップに飾ってあるのを拝見しました。そんなにいろいろな古着屋を巡ってるわけではないのですが、オリジナルを実際に見たのはこの一度きりかもしれません。やはりシャツという性質上8オンス程度の薄い生地で織られておりますし、着倒してしまう方も多いと思います。そういった理由もありまして、デニムジャケットよりは玉数が少ないのかもしれません。オリジナルについて少しお話ししますと、 27MW は1952年に登場するのですが、前年の1951年には初期型と言われる 77S、27S、29S という3種類が姿を現します。 S というのはシャツを表しておりまして、翌年の1952年に 27MW、29MW に名称が変わります。27MW はデニムシャツを表しており、29MW はシャンブレーを指しております。こちらは参考資料部分に掲載されておりました。今回復刻されたものはファーストと謳っておりますが、一説によると刻印なしの銅製ボタンがついたモデルが最古だと言われております。それが 27S を指しているのかもしれません。ファーストモデルの大きな特徴はダイアゴナルと呼ばれる傾斜型ポケット、そしてニッケルまたは銅製の刻印なしか W 刻印入りのスナップボタン、タグのブランドロゴがナー文字であり縦ベル仕様であるということです。イメージ的にはデニムシャツが一番最初にリリースされ、その後に柄物が出てくるのかと思っていたのですが、1951年にはチェック柄の 800MW もリリースされていたようです。オリジナルについてはこの辺にしまして、今回の復刻モデルの詳細を見ていきます。製品メーカーはラングラーで、企画生産はエドウィン商事となっています。モデル名称は 27MW で、1950年代初期のファーストモデルを復刻しております。横浜の老舗編みかじショップジャンキーとのコラボレーションで限定30着と聞いております。製品番号は W9526 で、リリース時期は2009年5月頃となっております。生産国は日本製で、価格は21,800円でした。続いてディティール紹介です。映っているのは数回洗濯して少し色落ちしたものになります。ハリウッド映画のコスチュームデザインをしていたロデオベンがデザインしただけあり、全体的なバランスの良さに魅了されてしまいます。カウボーイが着用することを考えられており、着丈が非常に長い作りとなっております。当時のウエスタンシャツによく見られる特有の仕様です。激しく動いてもシャツが出ないように設計されたデザインと言われております。これだけ長いとシャツを出して着用することは NG かもしれません。パンツの中にタックインでの着用となります。型紙はジャンキーが所有していたオリジナルの 27MW のファーストを元にかなり近いパターンを起こしております。
フロントと裾のボタンは銅製のスナップボタンが付けられており、ラングラーの頭文字を取った W の刻印が入っています。一説によると刻印なしのモデルが最古であると言われております。このスナップボタンは年代によって仕様が変わるので、シャツの年代を推測する手がかりとなります。続いてタグになります。50年代に見られる縦ベルで横長、7文字のロゴ、サイズ表記なしが一番古いタグかと思います。タグが縫ってある場所が特徴的で、襟の縫い目に沿って縫われておりますが、同じモデルでももう少し下の位置に縫われたものを見たことがあります。復刻の再現度も非常に高いと思います。製品タグには品番の W9526 が書かれております。ちなみに W9527 の品番は 27MW の後期モデルで使用されておりました。フロントのポケットには少し歪みのあるサイレント W のステッチが入り、当時の雰囲気を再現しております。またステッチのピッチが非常に細かく、当時の作りを意識しているのがわかります。よく見るとサイレント W のステッチも少し傾いたデザインであり、ロデオ弁のこだわりが感じられます。後ろから見た感じはこんな感じです。腰回りが絞られているのが画像でもわかります。バックヨークは頂点が3つある作りとなっております。袖の作りも非常にこだわっております。1950年代初期に見られる2枚袖もしっかりと再現されておりました。この仕様は生産性を考慮してか、すぐに1枚袖に変更されております。袖をつなぎ合わせるステッチはブラックとイエローに分かれておりました。この辺もオリジナルと同様の仕様なのかもしれません。袖には4つのスナップボタンが付けられており、この仕様は現行モデルまで引き継がれております。ユニバーサル社製のスナップボタンが使われておりました。襟周りの作りはこんな感じとなっています。裾はロックミシンで処理されており、ジグザグ型となっております。これもファーストモデルの特徴で、すぐに内縫いへと変更されていきます。ネットショップで見かけてもう1枚購入してましたので、ノンウォッシュのものと比べてみました。比べてみると1サイズから2サイズぐらい縮みが出ているのが分かります。肩幅はそんなでもないのですが、特に袖丈の縮みが大きいです。多少の誤差はありますが、数値はご覧の通りとなっております。フラッシャーはこの2枚が付属されておりました。左側のフラッシャーにはスタイルドバイロデオベンと記載されております。ジャンキーハーツのタグは左ポケットの裏側に付けられております。いかがだったでしょうか。 27MW のファーストモデルはラングラージャパンの90年代後半に箱ありで発売されておりましたが、今回のエドウィンとジャンキーのコラボレーションはそれを上回る完成度となっております。今回の別注では今は亡きジャンキー元店長の高橋勲さんの思いがたくさん詰まっています。私は高橋さんの姿を目にしたのは、これを購入した2007年の取材が最後でした。その頃はまだ元気な姿でラングラーブランドに対するエピソードを熱く語ってくれましたが、それから約5年後、残念ながら高橋さんは2012年11月30日に他界してしまいます。
日本のアメカジ業界を引率してきた功労者の一人でしたので、非常に残念で仕方がありません。高橋さんは23歳でこの業界に入り、3年後の20代半ばである1983年にアメカジショップの立ち上げを決意し、元町にてジャンキーが誕生します。2007年には25周年を迎え、記念祝賀パーティーが開かれました。その様子は当時のライトニングにも掲載されております。立ち上げ当初は本当にアメカジなんて全然流行ってなかったからねと、高橋さんは思いにふけながら話してくれました。5店舗に拡大し、横浜の元町だけでも3店舗存在するという時代もありました。ちなみに現在は一番最初のジャンキーハーツは閉店しております。初期の東洋エンタープライズ、リアルマッコイズなどをいち早く扱い、常に日本のアメカジブランドの最先端を走っている印象でした。ラングラー関連では2003年にエドウィンから W0011 というプロトタイプの 11MW が発売されたのですが、このモデルを基本としたジャンキー別注の S1062 というモデルを発売しております。仕様は W0011 のパターンを用いて、ポケットのステッチがアーキュエイトステッチというモデルでした。その後、2009年に今回紹介した 27MW と 11MJ のプロトタイプが発売されます。両方とも胸元の裏地にジャンキーハーツのタグが縫い付けられます。27MW はプリントタイプ、11MJ は刺繍のタグが付けられました。しかしこの2つに関しては間もなくしてジャンキーハーツタグなしのモデルが普通に発売されることとなります。タグ以外は同じ仕様なので別注とは一体という感じではありました。今写真に写っている左側のノンウォッシュが別注で、何度か選択した右側が通常の販売したものとなっております。高橋さんが別注 27MW 作成時に作ったサンプル品を見せてくれました。ポケットのステッチの傾き方が製品版とは違うのが分かります。袖、胴回りも製品版より太い気がします。サンプル品にはメーカー側とやり取りする貴重な札が付けられておりました。コメント欄には2つ書かれており、1、ミシンピッチ細かく修正します。2、バスト、裾小さめ、袖短め、袖口襟回り小さめに上がっていますと記載されております。高橋さんは今回の別注の元ネタとなるこのオリジナルの 27MW を見せながら貴重な話をしてくれました。このオリジナルのスナップボタンはスコービル社製だが、ユナイテッドカー製のスナップボタンがついたモデルが存在し、そちらの方が古いと思われる。それは友人がデッドストックで所有しているとのことでした。 27MW 関連のお話はこれでおしまいとなります。ジャンキーに取材に行った時の懐かしい写真が出てきましたので、こちらも紹介しておきます。この動画を撮っていたらまた行きたくなってきましたので、近いうちに遊びに行きたいと思います。最近では木村拓哉さんが来店して YouTube の動画なども撮っており話題になりましたので、皆さんも近くに寄った際はぜひ遊びに行ってみてください。今回はこの辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。